今回は、リクエストの F15J イーグルを作成いたします。戦闘機といえばイーグルって感じがあるよな。冷戦時代のアメリカを代表する、戦闘機の一つであることは確かだと思います。さて、キットの中身ですが、思いのほかシンプルなんじゃないかと思います。48分の1スケールのキットとしては、パーツが少なめと感じるな。まずは、コックピットの作成です。戦闘機を作るなら、定番だな。コックピットは機体の中に挟み込みますからね。こいつは、ケーキ板だな。嫌に表面がツルツルしてるな。今回のキットは、ケーキ類がデカールで表現されてます。96式艦船もそうだったから2連続だな。コックピット内部の色は、基本グレーですが、座席の後ろ側は、青だけ色で着色です。ジェット機には、あまり使ったことのない色だな。今まで、巡り合ってなかっただけかもしれないですね。対戦時の日本機を作るとよく出くわすな。ムラが目立たない良い色です。コックピット内部のパーツを塗っていきましょう。操縦桿は、セミグロスブラックだな。シートは、カーキグリーンだな。説明書の指定は、タミヤカラーなので、長谷川の説明書を参考にしたり、タミヤとクレオスの対応表を利用していたりします。そういうところで地味に時間かかるよな。制作を楽しむなら気楽にやった方がいいかもしれませんね。座席の後ろのボックス類は、マスキングして、それぞれ黒と白で塗り分けます。ケーキ板のデカールだな。デカールの品質は、良好です。古い在庫じゃなかったようでよかったな。デカールで悪戦苦闘するのは辛いですからね。次は、パイロットの塗装です。まずは、下地か。半光沢のホワイトですね。そして、飛行服をオレンジで着色します。鮮やかに発色してくれると嬉しいな。オレンジがそれなりに発色したら、ヘルメットやブーツなどの細かい部分を塗り分けましょう。これは、エアインテークの部品かな。組み付けたら塗りにくくなる部分ですね。こっちは、エアインテークよりもさらに奥の部品です。これって、組み付けたら見えなくなるよな。覗き込めばかろうじて見えますから。こっちは、レーダーだが、機種を取り付けたら、完全に隠れる部品だぞ。それでも、塗装します。理解に苦しむな。一通りの作業が完了しました。コックピットだけなら、そんなに複雑じゃないが、組み付ける前に塗装が必要な箇所は多めだったな。爆撃機とかに比べたら楽なものですよ。組み付けるとこんな感じですね。飛行服のオレンジがレスキューみたいだな。それなりによく発色したんじゃないかなと思います。コックピットを機体下部のパーツに乗せて、挟み込んであげましょう。パーツ間の隙間ができないといいな。そこら辺は、良い感じですよ。ただし、テープとクランプでしばらく固定ですけどね。本体が完全に接着されたら、エアインテークを取り付けて、主翼を差し込んで、機種を取り付ければ、組み立ては完了です。いずれもパーツ間の相性は、良好みたいだな。さすがタミヤ製です。それでは、いよいよ本体の塗装です。機体が大きいから、やりごたえがありそうだな。広い平面もありますから気が抜けません。イーグルは2色からなる迷彩だね。ライトコンパスゴーストグレーと、ダークコンパスゴーストグレーの2色だそうです。頭が痛くなってきそうな名前だな。で、今塗っているのがダークの方ってことだね。ミスターカラーの307番ですね。ダークの方を塗ったら次は、ライトの方だな。ミスターカラーの308番、グレー FS36375 です。ダークの方は塗装図を見ながら、慎重に進める必要があったが、ライトの方が、幾分楽ができそうだな。そういう意味では、背面の方がもっと楽ですけどね。ほぼ全面、ライトグレーだからな。ただ、面積的には大きくなるから、時間はかかるんだよな。それは仕方ないですね。1回目の塗装結果がこれです。当然ながら、ムラだらけだな。なんせ5倍に希釈してますから、一発では塗れません。続いて2回目に行ってみましょう。2回目の塗装です。1回目の上をなぞる簡単なお仕事だな。前の塗面を壊さない慎重さが必要ですけどね。2回目からは、一度筆がタッチした面は、2度タッチするのはご法度だな。ホコリなんかが付着すると、
そうも言ってられないのが困るんですけどね。さあ、次は、ライトグレーの方だな。こちらも慎重に塗り重ねていきましょう。しかし、ここのマスキングの箇所間違ってないか。はい、この時は、全く気がつきませんでした。もう一つ前側のモールドで塗り分けるのが正解だものな。後で修正が必要ですね。2回目の塗装が完了しました。意外とダークの方がムラが目立つな。プラの色と明度に違いがありますからね。ダークの方は、より多くの塗り重ねが必要でしょうね。さて、3回目の塗装です。ここら辺から積極的にムラをカバーするように、塗っていくことを心がけた方がいいね。そうですね。明らかに塗料の糊が薄いところは、気をつけて、さらに薄くなったりしないようにします。機体の構造上、筆がどうしても強く当たる箇所とかは、薄くなりがちだよね。そういったところは、あえて筆のストロークを変化させたりして、ムラが消えるよう持っていきたいところです。さて、3回目の塗装の結果になります。ライトグレーの方はムラがかなり目立たなくなったな。はい、もう一息といったところですね。しかし、実のところイーグルを作るのって初めてなんですよね。普通、こんなメジャーどころは作ってて当然だろ。リクエストじゃなく自分の意思でチョイスしている、ラインナップを見てください。なぜ、メジャーどころの経験がないかわかりますよね。まあ、おかしなものばっかり作ってるからな。ただ、古い眠ってたキットだからだろう。いやいや、甘いです。自らの意思で買ったガンプラのラインナップを見てください。普通、ソリディアとか選ばないです。自分で言ってや世話はないな。まあ、その通りです。4回目の塗装結果です。ライトはいいが、ダークがまだだな。予想していた通りになりましたね。そんなに難しい予測じゃないけどな。まあ、ダークの方だけ5回目の塗装をやっていきましょうか。ただ、総じて言うと、このイーグルの明細色は、かなり塗りやすい部類とは思いますね。そんなにめちゃくちゃ気を使わなくても、素直にムラが消えていってくれるからな。そして、最後に仕上げとして、明細の際の部分で気になるところを、少し押さえていきます。これで、ほぼほぼムラのない機体本体が出来上がりました。若干気になるところはあるけどな。そういうところは、個別に小さい筆で押さえておきます。あとは、まだ機体に接着していない、垂直尾翼、及び、水平尾翼を塗装して、エンジン部分をシルバーに塗装してやれば、本体塗装は、ひとまず完了です。ここで、エンジンと機体の境界を修正したわけか。マスキングした後にグレーを落として塗り直しました。一時の不注意で手間が増えたな。気をつけないといけないですね。本体の塗装が終わったので、次は、デカールの貼り付け作業に取り掛かります。まずは、でかいやつからだな。はい、国籍マークですね。綺麗な平面への貼り付けなので、全く問題ありませんね。たまに無茶な箇所に貼り付けを要求されるからな。大きな突起があるところとか、そういうのは遠慮したいものです。さて、次は、ドラゴンのマークです。これは、舞台のマークかな。何にせよ絵柄の形がシンプルなので助かります。こいつは、垂直尾翼に貼り付けだな。2枚の尾翼の表裏に計4箇所です。輪になっているデカールは、輪の中も切り抜きたいので、あえて最初から2つに切り分けた方が、楽に処置できるかもしれません。変なところに引っ掛けると破れることもあるからな。そして、最後は、押すな、踏むな、の注意書きだな。とにかく数が多いので大変です。とても小さいから貼り付け失敗にも気をつけないとな。綿棒だと失敗の可能性があるので、ここは、面相筆で押さえていきたいと思います。次に墨入れです。まずは、タミヤの墨入れ塗料で深いモールド対応だな。はっきりと線を出したいところですね。それから、際立たせたいところにも墨を入れていきます。際立たせたいって、どういうところ？フィーリングです。そりゃ、いい加減すぎるだろう。そうですかね。勢い余ってはみ出してしまった塗料は、エナメル溶液を含んだ綿棒で拭き取ってやりましょう。強すぎるタッチだと拭き取りすぎになっちゃうな。そして、墨がまだ入っていない箇所は、ミスターウェザリングカラーで補ってやります。
タミヤの墨入れ塗料じゃ塗料が走らず入らなかった部分だな。モールドが浅かったり、本体塗装でモールドが埋まったりすると、墨入れ塗料では、うまく入らないことがありますね。最後に、これまで別々に処置していた水平尾翼と、垂直尾翼を取り付けたら、機体本体への作業は、おしまいです。次は、付属するその他の部品だな。まずは、ドロップタンクの塗装です。縮尺によっては、小型機の機体くらい大きいな。ちょっと大げさかもしれませんが、大きいですね。そして、パイロンの塗装です。こいつは、両翼下のドロップタンクのパイロンだな。エンジンノズルの塗装です。これは、国鉄色と焼き鉄色の塗り分けだな。ギアカバー一式については、プラ板に貼り付けて塗装しましょう。これ、被ってる部品があるだろう。平状態の部品と貝状態の部品、両方貼り付けられてるぞ。まあ、この時は、どっちで組むか迷って、言い訳はよろしい。すいません、嘘でした。気を取り直して、内面のホワイトを塗り終えたら、裏返してやって、表面をライトグレーで塗装です。勢いよく塗って、ホワイト側を侵食しないよう注意だな。ミサイル類は、ホワイトでの塗装です。このホワイトが一番厄介だよな。なんとか綺麗に塗れるよう頑張りましょう。ホワイトを塗り終えたら、セミグロスブラックで帯を塗装します。さすがにここは、マスキングして塗り分けだな。こいつは、ECM ポットだな。ポットの方は、ホワイトで塗装。パイロンは、ライトグレーでの塗り分けです。タイヤについては、ホイールをホワイトでまず塗って、タイヤ部分をタイヤブラックで塗り分けます。ここは、気合で塗り分けだな。足の部分もホワイトで塗装です。何かとホワイトが出てくるな。アメリカ軍は、ここら辺が無慈悲ですね。前脚は、補強の金属線を、タイヤに差し込んで挟み込みます。これは、手間がかかるパターンだ。でも、部品の強度は折り紙付きですね。あとは、さらに細かな部品を塗装して、キャノピーを塗装したら、部品塗装は完了です。今回のキャノピーのヘリは、メタリックか。カッパーですね。金縁メガネみたいです。塗装完了した部品は、このような感じです。まあ、ジェット戦闘機としては、標準的なボリュームかな。はい、ホワイトが結構あったので、本体塗装よりも苦労した感触です。それじゃあ、無事塗装できたから、次は組み付けだな。それでは、まず、機体下部からです。と言っても上面は、キャノピーくらいしかないからな。言われてみれば、そうですね。メインギアを差し込みます。こいつは、テンションがとても高いから、接着しなくても良いくらいだな。一応差し込んだ後、流し込んでおきますけどね。次にエンジンノズルです。まあ、特筆することなく、ただ差し込むだけだな。ギアカバーの取り付けです。後で取り付けるミサイルや、ドロップタンクと干渉しないよう注意だな。よっぽど大丈夫ですけどね。中央のドロップタンクの取り付けです。こいつが一番ギアカバーと干渉しやすいから、特に注意を払うところかな。あとは、中央から翼端に向けて、順に取り付けていきます。翼下のドロップタンクとサイドワインダーを取り付けます。変に力を込めるとバラバラになる恐れありだな。ECM ポットの取り付けは簡単です。まあ、癒しポイントだな。最後は、機体上面の作業です。座席とパイロットを突っ込んで、キャノピーを取り付ければ完了だな。航空自衛隊 F-15J イーグル、完成です。保守的な設計という評価もあるが、逆に言えば、非常に洗練されたフォルムに思えるな。機首から後部に向けて、流れるようなデザインは、美しいです。後ろからのフォルムです。どの方向から見ても様になるな。まさに名機と言えますね。墨入れと汚しは、なるべく控えめを心がけました。前世紀の頃を再現したい思いだな。コップピット周りは、キャノピーの塗装が課題ですね。マスキングしてやった方が良かったかもな。もう一つは、接着を瞬着でやったのですが、少し、跡が残ってしまった点ですね。専用の接着剤を導入した方が良さそうだな。今回の機体の塗装は、よくできた方だと思ってます。まあ、そこしか売りがないっていうことだな。
ノズル周りのシルバー部分は、説明書では、国鉄色っぽい色を指定されていたんですが、実機の写真を見て、こんな感じかと思い塗ってみました。実機を直接見てみたいものです。機体背面はこんな感じに仕上がりました。すべての装備を取り付けたので、重厚感が増しているんじゃないでしょうか。まあ、欲張りだから全部付けたがるんだよな。だって、もったいないじゃないですか。さて、タミヤのイーグルですが、噂にたがわず、非常に作りやすいキットだったと思います。部品同士の噛み合わせは文句なしだったな。ギアに補強の金属線がついているのも、手間はかかりましたが、組んでみるとグッドポイントと思います。デカールの質も良くて、ストレスなく貼れたもんな。これが、2500円前後ですからお買い得です。航空自衛隊 F15J イーグル、いかがでしたでしょうか。最新鋭のステルス機とは一味違う、20世紀末の魅力の詰まった機体と思います。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。また、コメント、高評価いただく方ありがとうございます。引き続きプラモ作成を進めて参りたいと思います。次回もまた、よろしくお願いいたします。